高さ調整などを使って実際どういうことができるのかというところでいろいろ重ねてみよう。はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアーク建築チュートリアルといたしまして、前回お伝えした高さ調整などを使って実際どういうことができるのかというところでお送りしようかと思っております。題していろいろ重ねてみようという感じで、なんぞやっていう部分もあると思うんですけども、高さ調整を使ってですね、いろいろ重ねることによって拠点をコンパクトにしたり、あとシャレ建築にもですね、有効的に利用ができるものになってますので、早速見ていこうかと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずはどういったものかというところで、目次的な感じでご紹介していこうかと思います。その後、実際それぞれ作り方などをご紹介させていただきます。概要欄などからチャプターで飛べるようになってますので、気に入ったところに飛んでいただいて見ていただいてもいいですし、もちろん全部見ていただければと思います。では実際いきます。まず似たパターンで2つ置いてるんですが、それぞれ手法は異なってますし、利点と欠点はあるんですけども、まずこちらからいきますね。単純にハーフの高さですね。通常であれば壁1枚の高さでしか天井を張れないので、上のスペースが空くんですね。こういう感じですね。普通であればこの高さになるんですけども、この間がスペース空いてしまう、無駄になってしまうっていう部分を埋める作業になります。コンセプトはこの両方とも一緒です。この2つに関しては。何が違うかっていうと、作り方が違って微妙に高さが違うんですね。こっちは利点としては作りやすいというところがあります。ただ、欠点としてですね、高さが微妙に低いので、餌箱であったり、この収納ボックスの小ですね、最初に作れる方、あとエアコンとかに関しては置くことができるんですが、作業台に関してはちょっと低すぎて置けないという状況になるんですね。もちろん上に置くのは何でもいいので、同じ餌箱でも作業台でもこういう精錬度でも重ねていただくことはできます。拠点作りの時でも使ってた手法ですね。もう一つに関して、こちらですね。こちらはまたちょっと別の作り方をしているので、高さが違います。なので、見ていただいた通り、作業台の上に置くことができて、重ねていけるというところですね。ちょっと2段目まで行くと、ここはちょっと置けなかったりするんですけど、1段目のこのハーフの部分をちょっと上に上げて、作業台を重ねておけるようにもなっている。もちろん上作業台でなくてもいいんですが、こっちの作り方だと、基本的にはこうやって積み重ねられるので、上にいくらでも重ねていくことができます。作業台はちょっと高いんで無理なんですけど、餌箱であったり、収納箱小であったり、エアコンあんまり縦につなげても利点なくはないですけど、主に餌箱とかがいいですかね。ちょっとこれ適当に置いたんでずれてますけど、綺麗に置いていただければいいですね。ただ高さ的に行くと、3段目までは普通に行けますし、4段目一応ジャンプすれば届くので、ここぐらいが多分補充する高さの限界かなと。あとは恐竜に乗ってっていうのもできるんで、エレベーターとかですね、はしごをつけたりとかで登るようにすることはできるのはできるんですけど、一応どんどん上に重ねることができる。もちろん横にも伸ばせるんで、後ほど作り方をお伝えいたしますね。次にですね、こちらが収納ボックス台に関して重ねる方法になります。これも後ほど作り方はお伝えするんですが、こういう形で収納ボックス台をきれいに並べることができます。
続きまして、同じコンパクト化として、各種高さがどうしてもアークの場合、それぞれ壁1枚分とかに収まらないし、2枚分もないっていう中途半端な高さのものが多いんですけど、そこをきれいに重ねていく手段ですね。冷蔵庫であったり、先ほど見ていただいた収納ボックス台、あと工業用グリル、あと金庫ですね。などの重ねる方法っていうところでご紹介していきます。あとはご存知だとは思うんですけども、菜園台の積み重ねに関して単純に重ねるだけではなくてですね、一応以前オーシャンプラットフォームの建築の時に軽くご案内してたんですが、綺麗に素早くですね、積み上げる方法なども合わせてご紹介していきます。で、こっちですね、恐竜門自体を重ねるっていう部分で、おしゃれ建築とかがメインになってくると思うんですが、恐竜門の重ね方っていうのも合わせてご紹介させていただきます。ちなみに右側と左側、それぞれ違う手法になっているので、中の部分だけですけどね、ご紹介させていただきます。以上が目次の部分ですね。今日することになってます。では早速作り方ですね、ご紹介していきます。ではですね、一つ目に関してなんですが、ここはそんなに難しい内容ではないんですけども、まず土台ですね。広さは何でもいいので、その作るのに合わせていただければと思います。今回は2個でいきますね。柵を土台にスナップした下側に置くことができるんですね。この下側に置いていただきます。ちょっと草があって見にくいんであれなんですけど、で、壁を、こっちもそうですね。その柵の方にも置きます。この状態ね。で、次に、ここに対して、今回はシャバをはしごを使っていただければと思うんですけど、今回はフリーハンドで置いていきますね。で、この足場ですね。通常はこの高さになるんですが、さっきのこの壁に対して足場が置けます。で、この状態で上に貼ることができます。簡単ですね。ただ欠点としては、ここちょっと外に出ちゃうっていう部分と、先ほどご案内した通り、高さが低いので、この餌箱の高さがギリギリなんですね。ここが欠点になってきます。おすすめとしては、これに関してですね、エアコンがこの状態で置けるんですね。こんな感じで。で、このまま置いていただいてもいいですし、もしくは、この上げた高さにエアコンを置いていただくと、こういう感じで置けます。なので、エアコン敷き詰める場合ですね、この下に置くのではなくて、下は空洞になっちゃうんですけど、上側にこのように貼っていただくと、鉄とかだとちょっと頭出ちゃうんですけど、藁とかだと目立たないので、その状態で敷き詰めていただくと、ぴったし上に合うっていうところがあるんで、その辺がちょうどいい高さになってます。こっちの上側の方がスペース大きいんでね、以上です。続いてもう一個の方。これも2個で作っていきますね。で、こっちはちょっと作り方が違ってきまして、まず天井を置きます。で、わかりやすいように壊すやつは木で作っていきますね。もちろん藁とかでもいいです。次に木のテーブル。高さが2つあるんですね。もちろんこっち側でも高さ調整できるんですが、今回はこの上に置いていただきます。この天井の高さ分ですね。高さが変わってきますので、上側に置いてください。次に、これも柵土台を使うんですが、柵土台ですね、スナップに関して高さがあるものの上に置いた場合、その高さでスナップします。なので、この状態ですね。スナップポイントに関しても、土台側と天井側とあるんですが、今回は土台側に柵を張ります。この状態ですね。これで木のテーブルもいらないので壊します。次に柱をこの柵土台につけます。それにスナップしてこの天井に木の柱を置きます。向きあるんでね、半マスずらしのスナップポイントになってます。ポイント的にはこの天井にそのまま刺さるポイントもあるんで、こっちじゃなくてこの柵につけた柱にスナップする高さですね。で貼っていただくようにお願いします。
この次なんですけど、この下にですね、柱を張りたいので、だいたい一人称でいけると思うんですが、この状態で Q ボタン、もしくは R1 ボタンで切り替えができるので、スナップポイントに。でうまくいかない場合は、しゃがんでください。しゃがんで入れば下に置けるようになるんで、この状態で、あと Q ボタン、もしくは R1 ボタンでスナップポイントを変えて、この柱に、スナップした柱の下につなげておいた状態です。この柱はいらないんで壊します。この状態で、ここに壁を貼ります。この壁は、この土台に貼った壁になります。天井側ではないです。見た目的にですね、壁が出ちゃうんで、本来はちゃんと綺麗に置いていただいてになるんですが、フリーで置きますね。餌箱を置くという状態ですね。これで、さっきの下につけた柱に天井を貼ります。これ先に壁貼っておいていただかないと、壁貼るのが大変です。さっき下につけた柱の頭についてる天井になってます。この高さで足場を貼っていただきます。ここちょっと出るんで、先に下に置くのを全部置いてからでないと、後からこの隙間に置こうとしてもぶつかって置けません。順番ですね。もちろんこの切れたところにもう一個置くことはできるんですけど、順番が大事になってきます。この状態で作業台を置いていただければ、ここに対して作業台を貼ることはできます。高さこれがギリギリだと思うんで、一回ここの足場張ってしまえばですね、こっちの天井であったりっていうのは不要になってきます。で一回足場張ってれば伸ばしていけるので、横には伸びていけます。次に、この上にですね、さらに重ねる部分なんですが、これも餌箱ですね。本来ははしごでまっすぐ置いていただきたいところですが、今回はフリーでいきます。この状態ですね。今、普通の天井の方に関して足場を置いた状態です。この状態で、ここにですね、もう一度木のテーブルを置きます。次に、この木のテーブルにスナップして置けるんですね。この状態で置いたら、さっきと一緒ですね。壁を置いていただいて、木のテーブルはいらないので、壊します。この状態になれば、今貼ってるこの柱に天井を貼ります。この状態で餌箱を置いていただくと。ちょっともう適当に置いちゃいますけど。で、この状態で足場を置くと。餌箱を置くと。これで4段積み重ねができます。もう1個貼ることはちょっと高さ的にできません。ただ、これちょっと高めに設定しているので、もう一個柱でスナップで高さ作っていただければ、もうちょっと高さ下ろせるので、その状態でもいいです。4段あればいいんで、天井は張れるので、足場が張れないだけなんでね。4段あれば十分かと思います。もちろんこれですね。壊していただいても、この状態は残ります。ここに柵土台を置いた理由なんですけど、この足場、柵土台にスナップして生きてるので、この高さの部分ですね。なので、この柵土台なくなると、この1、2、3段目の足場は壊れてしまいます。もちろんその上に乗ってるものもですね。これがないと、ここの部分は置けないという部分になりますので、ご注意ください。ここどうしてもですね、外側に出ちゃうので、ぴったりしている鉄だと、ちょっと見た目が悪いです。さっきのやつよりはいいですけどね。なので、どっちかというと、ふんわりしてる石とか、それこそテックの壁とかだとそんなに目立たないかと思います。あと、藁もそうですけど、藁で作るのはどうかとっていうとこですが、見た目的な部分でいくとそういう感じですね。木とか鉄はちょっと見栄えがあんまり良くない感じにはなってしまいますね。あとここは伸ばしていけるというところになってます。3段までは普通に出さずに置けるので、3段でも結構十分だとは思うんですけど、それを横に伸ばしていただく方がですね、4段目ちょっと補充大変なんで、そんな感じですね。これがこっちの作り方です。もちろん作業台を置けるんで、ここも重ねておけるというところですね。その他収納ボックス、ショーとか、そのあたりももちろん重ねられますんで、そんな感じですね。以上です。続いて収納ボックス台の重ね方は、まず、これも土台4つ並べました。ここに壁を張って、一応ですね、ス
ペース開けるんですけど、いい目印がこの石の壁です。後で張り替えればいいので、別にどの建築物ですね、石の建物以外でも使えるんですが、とりあえず目印としてここは石を張ります。で、上は壁ですね、張っていただければと思います。で、この状態でここにはしごを張ります。ここはちょっと割とシビアかもしれません。ちょっと引いて、なぜ石かっていうと、石の真ん中のところにこの木の支えがあるので、これがいい目印になります。で、ギリギリに置いたとして、この木の柵の真ん中にこんな感じ、端っこに上の端っこが重なるぐらいがベストです。鉄でも真ん中にこの線があるんで、一応目印にはなるんですが、ぴったしではないので、これぐらいです。多少ずれてもいけるとは思うんですけど、こんな感じです。で、ここに仮に4つぐらい置いたとしますね。ここからなんですけど、まずですね、天井を張ります。これは普通の1枚の天井ですね。一応重なってここに置けますし、開けることもできます。次にすることが柱を、通常このままでは置けないんですけど、置けるポイントが実はあるんですね。通常天井を張る場合なんですけど、スナップポイントとして、この真ん中に出る部分と、この下に頭が出る部分の2つの高さがあると思うんですけど、通常だとこの状態なんですけど、向きと距離と角度を調整していただくと、この置けるポイントが出てくるんですね。ちょっと離れた方が割と置きやすいかと思います。この状態で置きます。この状態ですね。頭がちょっと出ている部分の高さ。ここに天井を張ります。もう1個ですね。もうお分かりだと思うんですが、ここでぴったしの高さに合うので、この状態でもう一回、もちろんはしご使っていただければと思うんですが、今回はこのままいきますね。こういう感じで並べれるよというものになってます。もちろん下からもアクセスができるので、下も開けるよという状態になってます。後ろちょっと開いちゃう部分はあるんですけど、あと1回置いてしまえば、ここは伸ばしていけるので、この形で後々伸ばしていって上に置くことも可能です。ただし、この柱で支えているので、この柱壊れると上は全部壊れます。なぜかっていうと、スナップしてないので、この柱ってこの天井にスナップしてるので、上の天井とこの壁につながりがないんですね。スナップが残ってないので、この柱壊すと、こっちの上のやつは壊れちゃいます。この柱はあくまでこの天井にスナップしてるので、この天井を壊すと、この柱が壊れて、これが壊れます。これを壊すと全部壊れるっていうことになっちゃいます。下の柱、地面まで付けれればいいんですけど、それもちょっと難しいので、最終的な部分は残す必要があります。で、最終的にこの壁張り替えていただければ、別に外の壁は何でもいいので、これが収納ボックス台の縦積みのやり方です。続いてなんですが、各冷蔵庫であったり、収納ボックス台、あと工業用グリル、金庫はちょっとまた別のお話になってくるんですけど、少し考え方を変えて、今のは高さを上げてですね、積み重ねたんですが、今度は逆で土台を下げて、物自体の高さを下げて、この1枚に合わせるという手段です。でこれに関しては、単純なんですけども、土台下げをしていって高さを合わせている状態。ここが1段下げた状態ですね。この基本の部分、こっちが普通に貼っている基本の高さとして1段下げた高さになってます。一応収納ボックス台ですね。1段下げた方でもいいんですが、頭の出具合が変わってくるので、もう1段下げた2段下げの部分、工業グリルが3段下げた状態の高さになってます。一応ですね、土台なんですけども、これ実はですね、重ねておけるんですね。この3段から下げたやつも重ねれるんですけど、2段3段とですね。それで置いた状態です。普通の高さをこっちの土台にも加えたのがこの一番端の壁ですね。こっちと同じ壁の高さになっています。これをするとどうなるかっていうと、普通にアクセスができて、天井をここに貼っていただいて、この状態ですね。貼っていくと、
これ実はもう一個置けるんですね。ここに出てくることになる。これが重ねれるギリギリの高さだったりするんですね。ここあんまり頭出てるの不格好なんで嫌だよっていう場合はもう一段ずつ下げていただくと出なくなります。これはこの高さになるだけなんで1段なんで2段ですね。2段下げて3段下げて4段下げれれば下げてっていうところですね。であればぴったり合います。ただこの状態であればこういう形で重ねておくことができます。グリルに対しても重ねたりとか、あと冷蔵庫とかもこの上に重ねたりとかもできます。冷蔵庫ちょっと出過ぎですね。もう1個下げた方がいいですね。なんで冷蔵庫も2段下げて、3段下げて、4段下げるが高さ的にはベストだと思いますが、下げれない場合もあると思うので、そこに関してここがギリギリのラインだよっていうところですね。こっちは置けるんですけどね。冷蔵庫をちょっと手前気味に置いていただかないと上の段アクセスのがしにくかったりするので、これぐらいで置いていただいたら、ギリギリでもアクセスできなくはないんですけど、しやすさが違ってきます。ちょっと手前気味に置いていただいた方がアクセスはしやすいです。天井が出ないギリギリのこれぐらいの手前具合がちょうどアクセスしやすい感じになります。綺麗に並べてもですね、ちょっと出るぐらいでもいいですし、上の段ですね。ギリギリの高さというところですね。この上にこういう用グリルだったら置くことはできるので、置く建材によってになるんですけど、上にグリルを置いて下に冷蔵庫っていうんだったら一段下げでも置けるので、そこは作りに合わせて何段下げるかを決めていただくというお話ですね。2段下げてもこの基準点の壁は置けるので、ご安心いただければと思います。続いて金庫なんですけど、背が高いので土台下げで下げれる高さを確保できないんですね。ただこの土台と同じ高さ以下の地面があれば、金庫って床が壊れても唯一壊れずに地面につけるんですね。平らなところでないとこういう感じにはなっちゃうんですけど、これを活用することによって上に天井が張れるようになります。地面の高さによるところもあるので、平らだと同じ高さぐらいになります。これの活用に関しては地面のところに依存をするので、高さ、平らなところでもいいですし、あとはあんまりないかもしれないんですけど、プラットフォームで土台埋め込まずに普通に土台を置いた高さに対しての置き方とかは可能です。基本的には平らな地面ですかね。ツリープラットフォームとか崖用プラットフォームとかであればできます。ただそんなことしなくても今見ていただいた通り金庫ですね、壊して詰めるんで、一般的にはこういう感じですね。壊していただいて、重ねていただくと。これ適当に置いたんであれなんですけど、こんな感じで重ねていくっていうのがベストです。ただポイントとしてですね、綺麗に合わせると利用上ですね、こういう暗証番号って重なって出てしまうので、アクセスするポイントがですね、結構ギリギリになっちゃうんですね。このちょっと出てる段階でも結構厳しいので、なので手段がいくつかあるんですけど、一番手っ取り早いのはちょっと手前に出す。こんな感じで出していただくっていうのと、あと調整が前にもお伝えしてますが、音質の天井でしていただいた方が、このどれぐらい出すかっていうのがですね、割とやりやすいです。あとは、はしごで登るようにしたりとか、この高さ用の床をもう一個作るとか、あと便利なのはエレベーターですね。ちょっと高さを合わせるのがあれなんですけど、またそれはそれでご紹介させていただきますが、エレベーターで並べた金庫にアクセス、登ってってですね、アクセスするっていう手段もあります。その時は綺麗に面合わせていただいてもいいんでね。見た目的には多分それが一番綺麗な金庫の積み重ねだと思います。利用方法としてですね。普通に2段で使うんであればちょっと手前に置いていただいた方が使い勝手はいいです。見た目を取るか使い勝手を取るかというところですね。これがちょっと派生で金庫の積み重ねまでずっと行きましたが、土台を下げたパターンの積み重ねというところですね。続いて、菜園台なんですが、以前ですね、プラットフォーム建築の時にお伝えしてますが、菜園台重ねておけるんですね。で、昔は離れないと重ねられなかったんですが、今はこうやって重ねておくことができます。この距離でも重ねることができます。
ただ欠点がありまして、1個置くとずれるんですね。1個ずつ合わせないといけないっていうところがあります。もう一回壊しますね。これを簡単に置く方法がありまして、それがですね、これ今置きたいところから2個離れている状態。で、3、4、5個目ですね。に離れている状態で登ります。そして、ギリギリ離れている状態で、K ボタンですね。これぐらいの距離ですね。ちょうど自由視点になってから、はしご登ったぐらいで設定できる高さ。この場合だと微妙に慣れすぎて置けないので、これを段Kボタン外して、ちょっとだけ手前に持ってくる。その状態でもう一回 K ボタンで降りる。これだと置けるので、この距離感で置いていただくと、連打で置いたとしても、これですね。今何も設定せずに連打で置いた状態で、10段は綺麗に置けましたね。もうちょっと近寄れば15段ぐらいまでは多分いけるんですけど、多分10段以上は不要だと思うので、アクセスができない。地べたから見てアクセスできるのが10段ぐらいまでなので、あんだけ連打ダッシュしたんですけど、ぴったしなんでね、ちょっと余談に近いかもしれないんですが、菜園台の積み重ねの仕方でした。続いて、恐竜門ゲートの重ね方になります。こっちに作っていきますね。6個置きました。で、まず、基本形としてですね、索土台を置きますね。内側です。で、これに対して、恐竜門ゲートを置きます。通常この状態だと、重ねられません。門を置いても重ねられません。上にスナップがないので、恐竜門の場合ですね。この状態で、土台側に壁を張ります。でスナップポイント、土台側と、この柵土台側分かれるんで、こっちに貼っちゃうと段差ができてしまうんでね。両方柵土台でもいいんですけど、この状態で重ねていきます。今回もこっちだけにしますね。わかりやすいように開けときます。半分までこういう状態ですね。壁で貼る。この壁がここまで来てるんですね。この状態。なので、ここに天井を貼ります。これは後で壊すので、今は木でしますね。この状態です。これに対してもう一回柵土台を置きます。違うですね。同じところに置いていただかないと綺麗に並びません。これにスナップさせます。もちろん内側で同じところに置いたんで、スナップした天井は綺麗に揃います。で、ここに対して、ここにもう一回壁を張ります。柵土台内側から貼ると、こうやって間違った方で貼っちゃうっていうことがないので、その方が分かりやすいですし、貼りやすいです。この状態ですね。上まで貼ってもいいんですけど、この状態であれば、天井、壊しても壊れません。これなぜかっていうと、スナップポイントが最初の段階は天井の方にこの柵土台がついてたんですが、上に壁を置いたことによって、この柵土台のスナップポイント、この壁にもくっついてるんですね。この柵土台が残ってます。この柵土台にこの恐竜門がついているんで残っているっていう状態ですね。もともと持っていなくても、これアーク建築の部分なんですが、さっきも使ったのと一緒で、スナップポイントが繋がった場合ですね。A があって、B があって、繋がって、その B に繋がって C が繋がった場合に、この順番で繋がった場合に A を外しても C に繋がってるんで残るっていうスナップポイントの謎の繋がりがあるんですね。なので、このスナップポイントの残りが生まれます。なんで、これもアークの順番の部分でもあるんですけど、これ以上話すとちょっと難しい話になっちゃうんで、今回は以上としておきます。で、さっきの置き方なんですが、これを基準ベースですね。もちろん何の壁でもいいんですけど、まず、柵で囲った方に関しては、柵土台を2個置きます。恐竜門ゲート。どっちが先でもいいんですけど、置きます。で、次に、両扉枠を土台側にスナップさせて置きます。で、柵を柵土台側に置きます。普通の重ね置きですね。これで両扉枠上まで上げていくと、当然ながらここに天井が置けるので、あとは話的には同じ話ですね。これ柵だけだと天井を置いたりとか横に伸ばすスナップポイントは柵にないんで伸ばすことができません。あと高さが合わないんでこの置き方はできません。もう一個温室のガラス窓をする場合なんですけど、注意点があって今と同じ置き方ですね。一回柵飛ばしてこれに温室の壁、こ
こに関して置くことはなぜかできなくなってるんですね。内側に置けなくなってるんですね。温室の壁がこの索土台にスナップしなくなってるんですね。これ前はできたんですけど、仕様変更なのか、ずっとできてないんで多分バグではないと思うので、角度でもないと思うので、もしわかる方がいればコメントいただければと思います。なので、この状態だと同じ置き方ができないので、これをする場合なんですが、こっちに天井を張ります。で、温室を土台側に張って、両扉枠を天井側に張ります。これを伸ばしていくんですけど、この場合、どっち向きにしても恐竜門ゲートが置けません。通常だと壁張ってからですね、恐竜門ゲート置けるんですけど、ただ、これ周りなくてもですね、この置き方した場合だけ恐竜門ゲートが置けません。あと置きができないんですね。なので、この置き方をする場合は、で、これで置いていきます。で、普通に置けるので、この状態で土台側に温室ので、天井側に両扉枠を置いていただくと。これで、もうこの天井壊しても、あと上に伸ばしていくだけなんで、上重ねるのは手段としては一緒です。で、上はこう張らなくても下からの延長で上伸ばせるんでね、この両扉枠に延長して。で、注意点としては、奥行きだけ重ね置きで潰しちゃわないようにだけご注意いただければと思います。張り替えもできるんですけどね。そんな感じですね。これの作り方ですね。ちょっとした工夫が必要になるんですけど、こういった建築にも利用ができます。結構いろんな使い方あると思うので、ぜひ試していただければと思います。はい。では、いかがでしたでしょうか？本日ですね、いろいろコンパクトな拠点作りにも利用できる積み重ねについてご紹介させていただきました。割とアーク建築の肝の部分である順番であったりとか、あとスナップポイントの残りとかですね、なども活用したものになってますし、先日お伝えした高さ調整とかですね、を活用したものになっております。再現台はちょっと小技的な部分でもあるんですけど、だいぶ便利に置けるようになるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。これで初期のあたりとかですね、でっかい拠点作るのもいいんですけど、あまり資材がそれれずにですね、コンパクトに収めるっていう部分で、かなり有効的に活用もできますし、別途ですね、おしゃれ建築する上でも内装を作ったりとか、こういう壁作ったりとかですね、するのに一手間加えることで、だいぶ見た目良くなったりもするので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみに、テック餌箱ですね。餌箱の積み重ねしていただければ、ジェネレーター最小範囲でもかなりの数を置くことができるので、ゴリゴリのブリードガチ勢もぜひご活用いただければと思います。長さも置けるので、かなりの数置けます。あとは、どれぐらいの数やるかっていうだけなので、範囲の部分があるんで、あと拠点の広さとね、そこは様子見ながら、あんまり広げすぎてもですね、足の部分がなくなって、そのギリギリの範囲にいる子がお亡くなりになってしまうとかも出てしまうので、極力縦に積み上げていただいて、範囲を確保しつつ、恐竜の足場も確保しつつっていうのがベストかと思われます。ということで本日は以上となります。普段こういった形でトラップであったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。